後方です。前方です。信号をご確認ください。最初はフロントシートのシートバックについて。シエンタのここね、自分すごい好きでした。下の低い位置が出っ張っています。この辺が出ていて、上の方はそんな出ていない。なのでこういう形になってますね。ここ自分のね、好きなタイプです。下の方が盛り上がっていて、これで座りやすいにプラス、体と密着する部分が広くなっています。広くなると、車の小さな挙動を感じやすくなるので、例えばコーナーでね、切り増ししたりとか、切り遅れてグッと切るような場面が減ります。結果、同乗者も快適となりやすいです。これ前回撮影し忘れちゃって、オフィスで撮影したのは、こんな感じ。このタオルの上あたりに膨らみを感じます。シエンタで感じた特徴、今回はハイブリッドメインなのと、前回小さな長所短所として動画にした内容の補足です。小ネタにプラス、走る部分で特徴的と感じた点を挙げていきます。続きましてドアのカップホルダー。これも前回の補足ですが、角バッター 1.5 リットルは、角バッター 1.5 リットルは、ごめんなさい。グリグリっと入りました。それで丸い 1.5 リットルを用意してなかったので、今回改めて買ってきました。この丸い 1.5 のコカ・コーラです。これを入れています。あれここを見ててください。入んないことはないんですけれども、少し内装が膨らんでね、入るような形です。これ意外ですよね。ちょっとね、これ最適なサイズかなと思ったんですけれども、そうじゃなかったようですね。ごめんなさい、これね、一応 1.5 のコーラです。このラージサイズどんなのが入るんですかね。2リッター、ごめんなさい、2リッターです。これはこれはちょっとね、どうやっても無理そうです。そしたら、続いては助手席前のトレー。ゴムをかけてストッパーにできるフックがあります。普通に100均の輪ゴムをかけてみたはずです。奥側2箇所、こんな感じでつながってますね。グローブボックスの上の辺からね、奥に向かってこうやってフックにゴムをかけます。活用方法はね、乗ってれば何かしら出てくるはずです。続きまして、リアシートやラゲッジに関する部分。コンパクトもしくはハイトワゴンとして比較した場合に、シエンタの2列目シートは快適でした。スペースだけじゃなくてね、着座姿勢とか静粛性を含めてです。そしてフロントシートからのウォークスルーをしてみました。前の方のフロアに盛り上がりがあるんですけれども、さらっと移動できるのがお分かりいただけると思います。だいたい5秒ぐらいでしょうかね。ささっと来れました。ただ、最上級グレードですとアームレストがつきます。なので、ちょっとね、様子は変わってくるかと思います。で、3列目。3列目ね、ちょっと閉まったり出したりが面倒くさくて、でもね、収納時は嘘みたいにシートが消えます。乗った感じですと、30分はね、座ってられるシートでした。でね、足元に余裕があって、足首をぐりぐり回すぐらいはね、できます。で、乗り降り。乗り降りがね、ちょっとシエンタって2列目キャプテンシートがないので、いろいろ考えてハッチから乗り込んでみたんですけれども、結構ね、これ楽でした。でもそうですね、過度の期待はしないで、シエンタはね、2列目快適で、3列目は大きなアンダートレイがあったりね、ワゴン車的に使うのがいいのかなって思います。ヘイトゥータ。ご用件をどうぞ。窓を開けて。運転席の窓を開けます。ヘイシエンタ。ご用件をどうぞ。あなたの想像にお任せします。シエンタに搭載されている音声エージェントサービス。追加料金を支払わなくてもいろんなことができます。例えばエアコンとか窓の操作とかナビの設定とか。助手席の窓を少し開けて。で、どんなことができるかはね、別動画で試していますが、シエンタでは T コネクトサービスが5年間無料なので、音声エージェントでできることが多いですし、ナビ機能もね、これに含まれています。5年目以降の料金は、複雑で、さらに追加サービスもありますので、公式ページで確認してください。すいません、あともう一つ、前回の補足です。ACC クルーズコントロールに関して対応が時速30キロ以上になっているので、前回はちょっとビビっちゃってね、停止まで任せられませんでした。今回知人の後ろで試せまして、停止までしてくれました。そして停止した瞬間にブレーキを踏んでくれと表示が出ます。あと、試乗した2台でクルーズのセットに違いがありました。乗ったガソリンモデルは30キロを超えないとセットできず、ハイブリッドは30キロ以下でも動いてさえいればセットできました。セットできる速度に違いがあった以外、詳しいことはわからないです。これソフトウェアのね、バージョン違いとかかもしれません。
続いて走る部分に入っていきます。まずはハイブリッドとガソリンを比較したとき、大きな特徴と感じるのはここです。ハイブリッドで感じる長所は、サスペンションの減衰力が効いていて、ふわつかず揺すられにくく走りやすかったです。ガソリンで感じる長所は、路面からのざらつきごろつきが滑らかで、すごく滑らかと感じさせる時さえあります。そして悩ましいのが、これを短所として見た場合、長所が見事にひっくり返ります。ザラザラについては路面次第という注釈の上でなんですけれども、できることならね、長所として両方を兼ね備えていたら、そんな感じで臨みたいところ。でもね、これ一応比較すればといった話です。続いて加速感について。ハイブリッドというと、アクセルを半分とか7割とか、ちょっと強めに踏むぐらいの加速はフィール良いんですけれども、全開にすると、大体何かしらあります。他メーカー含めてです。それがシエンターですと、2WD でね、嫌な部分が気になりません。多分ギア比とか車重とのね、そのあたりのバランスが良いのでしょうけれども、唐突感なく、段付きなく、かといってとろいということもなく、加速を始めます。モードはね、ノーマルモードです。じゃあ行きます。はい。合わせて、クルーズコントロールとレーンキープアシスト、アダプティブクルーズコントロール、多くは全走者追従型クルコンを指しますが、これのオンオフ、正確には切り替えが可能です。また、セットは独立したスイッチが設けられていて、よくある下でセットっていうよりもね、直感的で分かりやすかったです。レーンキープや車線逸脱警報に関する部分ですと、コーナーでは結構ハンドルに介入してきます。ただ、音は鳴らずにハンドルがブルンとしてね、こっそり教えてくれます。道を広く走ろうとすれば、それだとね、それだとやっぱり、ない方が良かったかななんてね、思うんですけれども、オフにするのはね、ちょっとめんどくさいです。良かったのは、ACC と合わせて使用したとき、性能高くて、これ使おうかなっていうね、気にさせてくれました。で、今、ハンドル支援も言えてますね。ちょっとね、今まで、自分たちね、これ系触れてきませんでした。あんまりいいこと言えなかったっていうのがあるんですけれども、このシエンタね、車線内結構ビシッと走ってくれます。コーナーでも真ん中走っているので、途中でね、アシストが切れて、人間が切らなきゃいけなくなったとしても、そうしても、かなりね、余裕があります。ちょっとあれですかね、切り始め遅い、戻し始め早い。で、人間が乗るほどね、滑らかには動いてくれませんけれども、とにかく車線の真ん中をキープしようとする。ちょっとね、今人間が来て左車線に行きました。なんかね、運転支援使えるようになっていくといいですよね。自分の感覚ですと気持ちね、左に寄ってるような気はしますけれども、どうなんかな、自分がおかしいだけですかね。じゃあちょっとね、ここで降りるのでブレーキ踏みます。お次はブレーキ。トヨタのハイブリッド車としては停止直前が使いやすくて滑らかに停止しやすかったです。アクセル離して減速してきて、そーっとブレーキに当ててじわーっと転がっていって、でもこのままだともういつまで経っても止まらないので、この辺ちょうどメーターがね0キロぐらいになったら少し踏み回ししてじわーっとちょっとコツを覚えれば滑らかに止まりやすいと思います。あとちょっと有名な部分、個性的なドアのインナーグリップにつきまして、窓との境目あたりに握る部分が設けられていて、ここを握る形状です。これ自体は新しくて良いのですが、従来の位置にも握れる部分を設けて欲しかった。シエンタは販売上位をキープする人気車ですからね。どなたでも扱いやすいというのが望まれると思います。でも人気車ってここに個性を持たせてくるのが定番なんですかね。2代目 N ボックスもここが個性的でしたし、ヤリスですとハンドルが分かりにくくてね、でも立派なんていうね、形状をしています。シエンタで感じた特徴を挙げてきました。他にも小ネタ的な内容や、ヘイトヨタに関する機能も別動画で丁寧に試しています。乗り味に関する動画は、ちょっといつも辛口なのですが、いつも辛口ですので、どうぞお許しください。シエンタの動画は全部で10本超になります。概要欄にリンク貼っておきますので、合わせてご覧いただけましたら嬉しいです。すいません、あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。